辺りの景色もトゲトゲしくなってきたな。深度は冒烟儿呢。6750メートルかな。リコ、下に何か見える？ん？巨人の杯だ。但是如果这样掉下去的话，这个水会不会起到一个缓冲呢？大丈夫。ただの温泉的感觉吗？しかし凄まじい湿気だな。巨人の杯、ダイラカズラが出してるんだよ。景色が青いのもこれが出す湯気と市場の光が混ざったせいらしいよ。ダイラカズラはね、支えてる部分は別の植物なんだよ。今広がってるこのカズラの捕食器は2000年ごとに捕変わっ食ちゃうんだけど、器官，そしたら下にある类似于食人花吗？全然違う景色を作るんだって。これが捕食器なの？すごいな。こんなところまで来れたんだ。夢で見たのよりずっと湿ってるよ。声がもわーって響く。匂いもなんかすごい。不会是有腐蚀的感觉吧？メグ、行こう。リコ、ちゃんとしたとこ見つけてキャンプしないと。口には出さないが分かっているんだ。どんなに取り繕ってもここは这类似于是它的胃。4層の上昇負荷は全身の穴から血を吹かせる。まさに呪い。リコの体でそれを受ければ、おそらくは这不会是什么 flag 吧？絶対に守り抜け。深海4層、俗に深層と呼ばれるこの層の帰還率は3層の比較にならぬほど低い。広がるのはさまざまな命と思いをたたえこぼす奈落の杯。手を伸ばす者に与えられるのは乾き潤す美酒か、それとも身を焼く毒か。天呐，可以是救命的这个生命之源，也有可能是将你毒死的剧毒。毒与诅咒，天呐，这个伞有点像是拿他们那个叶子这样包起来的。3層の最後にトゲトゲの卵があったでしょ。うん。あれが帰ってね、あのイカみたいのになるんだって。あの種類はまだ名前が付けられてないんだけど、でもね、アビスの生き物で名前がついてるのってまだ1割もいないの。そんで何万って種類が。どうしたの？いや、すまない。先ほどから妙な気配がしてな。何？生き物？まさか白笛？僕らが喋っている間だけ動いているんだ。今は動きがないが、恐ろしく耳のいい、それも言葉を理解しているものじゃなかろうか。白笛だけじゃなくて他のタンクツカも考えられるけど。どうも妙だ。こちらからは全く位置がつかめない。なんだか不気味だね。この場所離れた方がいいかも。よし、来た。この傘と湯気はいい隠れ蓑になるが、这雾是越往下走越大了。リコ、大丈夫か？せめてキャンプができる。湿气可能有点让人难喘过来气，或者就是空气中有毒吗？どうしたのレグ？
这么巨大。こいつがダメ。雾太大，刚刚都没看到。そいつ玉うがちだ。レグ、相手にしちゃダメ。玉うがちの針は鋼も真是从这孔里这样。それに毒も混ざってて、今まで100人以上のタンクツカが殺され。近づかれるまで気配がなかった。あれが真相の獣か。雷哥都已经那么警觉了。リュックが避けき它那个毛不是软的，是坚硬的那种刺。タイロを読んだんだ。レグ、プレイスリーブが。奴の足元か。まずい啊！な。なんだ、あいつは。あれがなんだか分かっているというのか。有智慧。オーゼンさんが言ってた深海の原生生物はああいう感がすごくいいって。毛。レグ、これ。あいつ自分より大きいものにひるむの。だからこの鱗が。是鳞做成了伞。而且它能穿过鳞片。一旦ブレイズリーブのあたりまで動こ。这是剧毒啊！レグ、毒が何か縛るもの。他马上还有下一集。リコ、少し痛むぞ。这个时候肯定用不了那个火箭炮了。腕を出して。どうすればリコを助けられる。ブレイズリーブはくそ水没してしまっている。僕がおとりになっても今のリコには探せない。仮想法。ダメだ。2時間も混沌してリコはどうなる。逃げるしかない。しかしあの素早さと先読み、走っては振り切れない。だとすれば上だ。しかし4層の上昇負荷は。天哪，进退两难。全身の激痛と流血。リコ、お願い。啊！そう言えば。お願い。ごめんね、レグ。もう時間がないみたいなの。啊！天呐，立刻，不是，这也太绝望了吧！已经中剧毒了，这怎么解救？或者说这里有什么别的草药吗？リコ、しっかりしろ。リコ、目を覚ましてくれ。どうしたの？剧毒产生的这种幻何觉言ってるんだ。しっかりしろ。あまり痛くない。何これ。リコ、アビスの呪いで血が出る代わりにまず毒が出たのではないか。哦，那上升的话反而是どうして
だよ。啊最初だよ。啊！我去，受けたら死刑。リコ、目を覚ませ。大丈夫だよ。くそ、結核が併発している。酸素が近いせいか。我拭いた後から流れてくる。落ち着け。とにかく傷の具合を。何倍に腫れているんだ。他们才上升了一点儿，就这么大的影响。外さないと。哦，痛かったか。すまん。リコ、ここだ。腫れすぎていて手袋が取れない。どうすればいい？どうすれば君を助けられる？哦，痛むのか？何でも言ってくれ。切掉！不会吧？正気かリコ。そんなことをしたら君は。お願い。哦啊！あの時もっとリコを後ろに下がらせていれば。哦，那个，骨を取っておかないと。こうなった黒笛が切るの大変だったって。啊あの時仮想法をさっさと使っていれば。啊！あの時僕がもっと盾になっていれば。泣いてる場合か。ためらった分リコが苦しむんだぞ。行くぞリコ。啊啊！何をしているんだ僕は。哦，リコ、僕だ。ここにいるぞ。リコ、もう意識が。必ず連れて行ってやる。すごい熱だ。已经发炎了。僕を置いていくな。急げ。哦，手が震える。気をしっかり持て。リコが余計に苦しむぞ。已经痛到失去意识了。啊！不要，不要来！邪魔するな。リコに寄るな。不要带走他，他脸都已经变这个色儿了。
いつまだ心臓は動いてるよ。今にも止まりそうだけどな。这也是探觉者吗？何者だ。まあ、ふわふわのぬいぐるみだよ。お前たちを慰めに来たんだ。还是这里的生物兔耳朵？哦，之前应该就是他听到他们的动静。耳朵很好。先にそいつ助ける方法を聞いた方がよくね。还行，还有救。リコ。まあ、こりゃひどい。どうすれば。教えてくれ。リコを助けたい。どうすれば呼吸を戻せる。お前が直接息を吹き込んでやりゃいい。チューだよ、チュー。やり方知って。就这样就可以吗？効果。その調子。もう少し往里面注入氧气。あと、顎を上げて気道を開けるんだ。じゃないと意味ないぞ。わかった。息が戻った。よかった。ありがとう。なんとお礼を。安心するのはまだ早いぜ。まあ、意識が戻らねえな。そんな、どうすれば。落ち着けって。戻ったところで痛みに耐えられるわけじゃねえし。しかし、お前、こいつオイラのアジトまで運びなよ。なんとかしてやる。本当か。どこの誰とも知らぬのに。まあ、ちょっと離れてくれね。しかしこのままじゃ腕がもげるな。お前補強するから大急ぎで枝集めな。でもなんとかできるのか。了解した。言っとくけど完全に元通りにはできねえぞ。聞いてねえし。那手还没算完全断。我这太关键了，如果真没有遇到他，可能就这样结束了。おい、待ってくれ。こんなところを登ったらリコが。お前やっぱり見えてねえのな。なんだ、何を言ってるんだ。安心しなよ。今は呪いはないから。还有地方是没有诅咒的。全身その腕みたいに膨れちゃうぜ。くそ。哇！而且还有自己的光源啊！好多笛子。这些应该都是可能死在这里的探觉者的。そういや名前も言ってなかったな。おいらはナナチだ。お前らタンクツカが言うところの慣れ果てだよ。哦，天呐，他就不是人类，他等于说就是应该居住在下面的一种生物吧。但哦天呐，我现在看到ED这里说什么你的左手我的右手，不会已经预示了吧？就是立刻的左手断。
我真服了，我感觉就是前面上面那几层像是还没有正式进入正题一般。虽然对于可能普通探掘者来说，上面就已经够恐怖了吧，但是对于雷格和利可他们到了第4层，这完全就是不一样的生存挑战了。就一个生物就已经把他们打成这样了，凶险度完全跟上面没法比。不得不佩服那些拿到黑敌白敌的人，就他们怎么做到的，能够在这些地方存活下来，还能就回到地面，他们根本就没有像雷格这样子装备。我觉得他们也太厉害了，就是凡人之躯。利可这集真的是把我吓到了，就是整个这种七窍流血的状态，包括就是硬生生的把手这样折断，利可这个意志力也是超出凡人的吧。但是确实，如果那个境遇下，如果不把那个手切断的话，那个毒应该也会席卷全身，那就真的是活不了了。如果能赶紧把毒切断到这里的话，说不定还能有一丝希望的。包括就是利可他在经受这一切的痛苦，还有整个他的手，他所经历的这些疼痛的时候，那种嘶哑的叫声，整段的这个声优的演绎，真的是把我震撼到吧。整个场面真的就是血淋淋的在你的眼前，就好像身临其境一般的，就是甚至有点不忍再往下看下去了。而且不仅是这个怪物的剧毒在就是折磨着他，他应该也因为上升，然后呢七窍流血后到了3层的这个边上，就是还会有一些幻觉的出现，这就是3层的那个诅咒嘛。这个真的太残忍了。还好就是有这个娜娜奇的出现，我天，他简直就是救星，我太喜欢他了。结果他其实就是让雷格给利可做人工呼吸嘛，包括抬起他的脖子也是人工呼吸的一步。确实，因为利可他的脸其实仔细看是发紫的，所以他应该是被憋了，就是类似于有一种溺水感吧，所以才需要雷格的人工呼吸。但是还好，就是利可还是就是现在是存活了下来吧，而且现在那个剧毒应该还没有说是真的排出去吧。就是我也很好奇娜娜奇他能有什么样的办法，包括他的这个住处看上去也挺别致的，真的还并不会受于这个诅咒的限制。包括就是他屋里面还有非常多其他探掘者的那些装备吧，也更让我好奇就是他的故事，他如何被这个深渊所影响过吧。其实应该早就看到雷格他们了，然后也有在暗中观察着他们。这集真的看得我有点自闭了，就是深渊真正恐怖的地方，这可能才只是冰山一角。你带着极大的好奇心来到这个底下，你可能就是面临的是这样子的场景，而且这样的境遇肯定是远不止这一处的。觉得这真的也是在不断的挑战利可和雷格他们作为探掘者的这个意志力，而且是身体和心理上精神层面都有在双重考验吧。真的就很触动我，就是利可他在就是饱受这样的痛苦的，他还在想着我要和雷格一起去到这个深渊的底部，是多么坚韧的这个意志力能够让他就是在这样的境遇下还能有这样子的决心。雷格此时也是备受这个心理上的折磨，不管是他的这个内疚、悔意、悲伤等等，我觉得所有的情绪都不断的向他涌来，不断的是在考验着他吧。他对自己的怀疑不断的穿插在这一个片段的期间，我觉得也非常的令人煎熬。真的就是完全一个非常绝望的处境，并且是完全孤立无援的。就纵使雷格他有这么强大的超人的力量，这一刻也是完全是无措的，他可能真的就要在这里失去利可了。虽然来到这个深渊是一定能遇见一些非常险峻的，不管是生物也好，还是一些其他生态上的困难，但是真的看到这样一个如此就直觉也很准，身手也非常敏捷的这样还自带剧毒的怪物出现的时候，我真的就是不知道他们该怎么样继续的这个进程了。当然娜娜奇可能会帮助到他们吧，而且娜娜奇应该也是有想作为探掘者的这个心。这一次利可也真的是离死亡非常非常的近了，我也不知道他们还会有这样子的情景还有多少次吧。我真的太希望他们的愿望能够实现了，这次让我看到了他们2人的决心和他们的羁绊。那这期视频到这儿结束了，我们下次再见啦，拜拜。